皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は国際情勢、ウクライナとヨーロッパ情勢を中心にして取り上げていきます。まず最初にウクライナ情勢関連では、トルコでウクライナ、ロシアとの間における直接協議が行われるかといったことが国際情勢ニュースとしては一番の関心事となっていました。これに関連して、ロシアのプーチン大統領が来そうもないなといったところから、ブラジルのルラ大統領が説得に当たったというニュースが流れています。ウクライナ情勢に関連しては主にヨーロッパやアメリカ、そして中国など様々な国が関わっているわけですが、南米大陸の国も全く蚊帳の外といったわけではありません。特に南米大陸は社会主義の影響が昔からありますから、反米ともつながってロシアとの関係は基本的に良好です。その南米大陸のブラジルからルラ大統領がまずは中国の習近平国家主席との会談を行ったその足を伸ばす形でロシアへ訪問。この時、プーチン大統領はマレーシアの首相との会談中といったこともあり、ルラ大統領と直接の会談を行うことはできなかったようです。ただし、ルラ大統領はその後直接話をすることはできなかったが、電話での話し合いを行うことができ、トルコに行ってウクライナと直接会談を行うべきだと説得したそうです。この話のポイントとしては、まず第一に、プーチン大統領はゼレンスキー大統領をウクライナの国家指導者として認めていません。プーチン大統領は現在のウクライナでは大統領選挙が行われていないのだから、ゼレンスキー大統領は正当な大統領の地位にはないというような意見を述べています。しかしそれはあくまでもプーチン大統領側からの批判であって、国際社会においてはゼレンスキー大統領が大統領であることは認められています。先ほども述べたように南米ブラジルからやってきたルラ大統領がゼレンスキー大統領と会うべきだという話をしたのは、ロシア寄りの国であるブラジルがゼレンスキー大統領を大統領として認め、そしてプーチン大統領に同格の相手としてしっかりと向き合いということを促したわけです。現在のところプーチン大統領はモスクワを動かないようで、結局下っ端の人を送り出すだけにとどめました。そのためゼレンスキー大統領は、ロシアの代表団はハリボテのようなものだというような批判を行っています。トルコ入りしたゼレンスキー大統領はトルコのエルドアン大統領との首脳会談を行い、また外務大臣はアメリカのルビオ国務長官との会談を行うなど外交を活発化させています。結局プーチン大統領がやってこないのであればということで、トランプ大統領も自分も忙しいからトルコに行くことはないよねというような話をしています。ただこの話もともと辿っていけば、プーチン大統領自身がウクライナと話し合いをしても良いと言ったにもかかわらずやってこなかったわけですから、一体誰が嘘を言ったのかという話です。ロシア側からはトルコに行けばプーチン大統領の肉体的な何らかの危険が伴うかもしれないといった話なども出しています。これは言い訳じみた話にしか過ぎないでしょう。少なくとも今回の一件に関しては、ゼレンスキー大統領を大統領としてきっちりと認めていることは、ロシア寄りの国においてもそうなのであり、プーチン大統領の主張が一人ぼっちのものに過ぎないということを示しました。ちなみに先ほどブラジルのルラ大統領が中国の習近平国家主席と会ってからロシアにいたという話をしましたが、今回の一件では中国の習近平国家主席も会った方がいいんじゃないというような姿勢を示していました。これはどういうことかというと、中国ブラジルの共同声明で紛争終結のための直接対話を促すというような共同声明が発表されたのです。だからこそルラ大統領はロシアに行ったということもあるわけで、今回の一件でロシアの直接的な見方をしているのは北朝鮮ぐらいなものだという、かなり悲惨な状況だと言えます。続いて、ロシアによるウクライナ侵攻に伴ってヨーロッパの再軍備の動きが強まっています。朝日新聞の記事より、ドイツの首相、ドイツ軍をヨーロッパ最強に、施政方針演説で強調、国防費拡大へ。ドイツのメルツ首相は連邦議会で初めての施政方針演説に臨んだ。ウクライナを侵攻するロシアの脅威が高まる中、ヨーロッパの自由と平和の理念を再生するため主導権を取ると述べ、ヨーロッパの安全保障強化を牽引する考えを強調。国防費を増額する方針で、ドイツ軍が通常戦力としてヨーロッパで最強の軍隊となるために必要な財源を投入すると訴えた。侵攻への対応についてメルツ氏は、ヨーロッパ大陸全体の平和秩序がかかっているとして、ウクライナ支援を継続する姿勢を示した。トランプ政権との連携の必要性も強調し、ヨーロッパとアメリカのパートナーとの間で
最大限の団結を確保するため、あらゆる努力を続けると述べた。一方、ドイツにとってアメリカに次ぐ2位の貿易相手国である中国について、メルス氏も一方的な依存関係を継続して減らしていくと主張。外交面などでの中国とロシアの接近に大きな懸念を持っていると述べ、国際秩序を守る観点から安定した自由で安全なインド太平洋はドイツやヨーロッパにとって戦略的に極めて重要だとも指摘した。プーチン大統領は NATO 加盟国がどんどんと増えることに伴ってヨーロッパ全体がロシアに対する脅威を高めてきているんだ。だからこそ自分たちは自衛的にその勢力圏を拡大しなければならないといったようなイメージで特別軍事作戦の名のもとにウクライナに対して全面侵攻を行いました。しかし事実としてはヨーロッパは全体的には軍縮がずっと続いてきたような状況にありました。そのためヨーロッパの主要国においても軍隊の規模そのものが非常に小さかったり、それに伴って防衛産業に対する発注も少なかったことから、どの国においても防衛産業は斜陽産業といった見方がされていました。その状況を一変させたのは間違いなくプーチン大統領です。ロシアによるウクライナ侵攻に伴って国家間戦争といったものが現代でも起こるし、その国家間戦争が全面戦争で長期化するといったこともまた従来の軍縮を進めてきたヨーロッパ各国にとっては非常に大きな衝撃でした。だからこそ今ドイツはこれまでの軍縮傾向を改めることに踏み出したわけです。例えばその一歩として憲法改正を実施しました。従来のドイツは財政規律を守るという非常に強い縛りをかけるためにそのことを憲法の中に盛り込んでいました。しかし、その縛りをつけたままでは軍縮を続けてきたドイツ連邦軍の再整備は難しいとして憲法改正を行い、そのための予算枠を大きく取ってきました。ただしここにも大きな落とし穴があります。それは軍縮傾向を続けることによって軍隊の規模、特に人員を確保することが非常に難しいのが今のドイツ連邦軍です。そのためメルシュ首相はもしも志願兵がきっちりと集めることができないのであれば徴兵制復活についても真剣に議論しなければならないと話しています。そのぐらい安全保障問題といったものがヨーロッパにおいては真剣に議会で話し合われる段階になっているわけです。ちなみにヨーロッパ各国における徴兵制度の実施状況、産経新聞の記事がこのように情報をまとめています。徴兵制がある国としてはノルウェー、スウェーデン、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、デンマーク、オーストリア、スイス、ギリシャ、キプロス、この後クロアチアも徴兵制復活の手続きに入るそうです。このようにヨーロッパにおいては徴兵制は珍しいものではないぐらいに結構あります。ちなみに国によっては男性同様女性に対しても兵役義務を課すといった話も出ています。また安全保障問題については子供の頃からすでに教えておくべきだという考え方もあります。産経新聞の記事は16歳に銃訓練、国防が必修科目のラトビア、もう平時ではないロシアの脅威に備える小国という記事を掲載しています。先ほど徴兵制のある国の一つとしてラトビアの名前も挙がっていました。ロシアと接しているバルト三国の一国であるラトビアは非常に小さい国であり、ロシア軍がもしも本格的に侵攻してきた場合においては、これに立ち向かえるだけの大きな軍隊も今はありません。だからこそ NATO に加盟し、自分の国でできる範囲で国を守るための備えに取り組んでいるというわけです。最後に安全保障から離れたヨーロッパのニュース。イギリス、外国人の長期滞在、高い英語力を求めるなど要件厳格化へ。日本においても海外からやってくる人たちに対する対応をどうするかといったことは非常に大きな問題です。もちろん経済政策や社会保障関連の政策の議論の方が国民の関心度は高いです。しかし、国内の治安問題と直結する海外からの訪問者に対する対応は、ヨーロッパでまず失敗している例が非常に多く、そこから日本が学ぶ点は多いのです。NHK の記事はこのように書いています。イギリス政府は就労ビザの申請者により高い英語力を求めるなど、外国人の長期滞在の要件を厳しくする方針を発表しました。背景には移民の増加に対する不満の高まりがありますが、外国人労働者への依存度が高い業界などからは、
懸念の声が上がっています。イギリスのスターマー首相は会見で、就労、家族、留学など入国管理のあらゆる分野を厳格化し、我々がよりコントロールできるようにすると述べ、外国人の長期滞在の要件を厳しくする方針を発表しました。具体的には、就労ビザの申請者にこれまでより高い英語力を求めるとともに、扶養家族の大人にも英語力の要件を新たに設けます。また、入国してから永住権申請までに必要な期間を原則としてこれまでの5年から10年に延長するほか、留学生が卒業後滞在できる期間を2年から1年半に短縮するなどしています。背景には、去年6月までの1年間にイギリスに移住した外国人が実質でおよそ73万人に上ったとみられ、物価高に苦しむ国民のために税金が使われていないという不満が高まっていることがあります。安全保障の動きから最終的には、海外からやってくる人たちに対する条件の厳格化といったニュースで締めました。これらの事柄について共通しているのは何といっても、状況に応じて政策もまたこれに対応したものを打っていかなければならないという点です。ヨーロッパにおいては移民や難民を入れすぎてしまう。それもかなり条件緩くしてしまったといったことが進んでしまいました。今はまさにその反動で対応に追われているわけですが、日本もこのような失敗政策について学び、日本で同じようなことを繰り返さないことが重要です。だからこそ今、是正するためにヨーロッパが打っている政策は、日本が早めに取り入れて、問題が大きくなる前に少しでも手当てをしておくことが重要でしょう。ただし日本の場合だと、日本語を喋れないとダメですよというのは、さすがに条件が厳しすぎるので、それぞれの国において日本語学校といったものへと通うことを義務付けるであるとか、日本の文化振興予算をつける形で海外にそうした日本語学校を作り、その日本語学校で学ぶことそのものに対しては、非常に安い授業料を設定するといった、そういったことも重要でしょう。それと、ドイツはじめとしてヨーロッパ各国において防衛体制をしっかりとしないとなという話から、人員を確保するための取り組みがうまくいかないのであれば徴兵制も考えねばという話は、これから各国においても議論が進むはずです。日本においては少子高齢化が進む中において、今でもすでに自衛隊員の十分な採用ができない状況に陥っています。だからといって外国人を入れろという話ではなく、私自身はもっともっとAI やロボットへの研究開発と採用を進めていくことによって、そもそも今の人数でも十分に戦えるだけのテクノロジーの採用に伴う戦力の整備といったものを考えるべきだと思っています。それこそ今ウクライナの戦場においては小型ドローンが飛び交って戦っているわけですが、今は人間がそれを操っています。しかし誰もが考えることでしょうが、なんでそれを人間が操る必要があるのか。それらが自動的に戦うようになれば、まさにテクノロジーの差が戦場の趨勢を決めるようになるだろうということは簡単に想像できることです。軍事技術の発展を拒みたいといった気持ちはもちろん皆さんにあるでしょうが、しかし現実において求められている以上、必ずそれらの技術は発展していきます。そしてその技術が伸びれば伸びるほど、そして技術の発展を拒否している国との差が開けば開くほど、むしろ危険性が高まるといったことは考えておく必要があります。ましてや日本の周り、隣にロシア、北朝鮮、中国とあり、それらの国々が軍事技術の発展に投資し続ける以上、日本だけが何もしないで今のままでいいと考えていれば、凄まじいまでの軍事的な技術の差が日本の現状、安心安全な社会といったものを破壊してしまう危険性が高まっていくわけです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。また他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もぜひともご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。